れではこちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはですね、浅い関係の恋愛です。お相手と仲良くなるためにはどうすればいいのかというものをテーマに見ていきます。はい、ではタロットカード、今回は正逆採用しながら見ていきます。こちらはまだ関係の浅い恋愛ということで、まだもしかしたらお相手に認識されているのかどうかっていうところの段階の方もいらっしゃるかもしれません。すでにもう顔見知りだよ、だけど連絡先は知らないよっていう方も、浅い関係の恋愛として今こちらをご覧いただけます。はい。まずはお相手に認識されているのかどうかっていうことで、まず結果を見ていった後に、認識されていた場合、そしてされていなかった場合、それぞれの展開も見ていこうと思っています。はい、まだ関係が浅いということなので、もしかしたらね、お相手のまだ恋愛関係に発展するまでに時間がかかるかもしれないなっていう可能性があるというふうに、まずそちらをねベースにご覧いただきながら見ていただけたらなと思います。ちょっと今回こちらのタロットカード念入りにシャッフルしながらやっていきますね。はい、果たしてお相手に認識されているのかどうか、ね、されていたらどんな印象なのかとか、あとはまず浅い関係っていうのを前提に見ていますので、そのお相手と恋愛関係になる前にまず仲良くなるためにはどういうことをすればいいのかっていうものをまずメインで見ていきます。はい、ということで、ではここからもらっていきましょう。まずお相手の、今の状況とかコンディションをこちらからもらっていきます。はい、まずお相手の状況です。ソードの3が早速出てきています。今お相手何かあったのかなっていうのがまずね言えますよね。その何があったっていうのがもう少し深掘りしながら見ていこうと思うんですが、とてもなんかこう胸を貫かれるような思いをしているので、これがそうですね、この恋愛で言ってるのかお仕事とか体調面なのか、そのあたりも詳しく見ていこうと思います。もう少しもらっていきましょう。今こう恋愛に対して前向きになれていないんじゃないかなっていうのが正直感じられるんですよね。ソードの5、やっぱりこう今こう前向きになれていない、何があったのかな。やっぱりそうですね、ワンドの2の逆位置なので、そうね、それがこの恋愛なのかお仕事なのかっていうところではある。体調もあるかもしれないですね。今この出した3枚からははっきりとね恋愛とか仕事っていう感じには出てこなかったんですが、でもお仕事の可能性も高いかな。今こう先行きが見えない不安に襲われていたりとか、やっぱりこう集中できない、恋愛かな。何かこう失恋したとかね、最近恋人とお別れしたりとか、うまくやれないっていうのが出てきていますね。お相手のコンディションです。ではこのお相手の今の状態で、あなたを認識しているのかどうか、ここに1枚もらっていきます。でもな、ここお相手少し気になりますよね。何があるのかな。ちょっとここね深掘りしますね。あまりね深掘りするところじゃないはずなんですけど、お相手ちょっとなんだろう、何に対してってところをはっきりともらっていこうと思いますね。それによっても変わってきますもんね。こ
こちらのカードはルノルマンなので聖地です。でも山のカード。今ね、自分の中ですごく高い障害を感じているとか、困難に感じていることがあるとか、そう、ここからもね、はっきりとは出てこない。全体的に今自分にとって、そうだな、今のコンディションとしては、恋愛に対してなかなか前向きになれないんじゃないかなっていうのがありますね。それが原因としてはね、どこから来てるのかっていうのがはっきりとは出ていないんですが、今自分の中で試練を感じていたりとか、やらなきゃいけないことがあって、それに今ね、やらなきゃって気持ちがあるのに、まっすぐに向かっていけないっていうのがね、もうすごくね、わかりやすく出ています。はい。では次、あなたのことを認識しているのかどうか。今ね、こういう状況なんですが、その中でも認識してもらってるのかどうかっていうのを見ていきます。これもね、しっかりと切っていきますね。その浅い関係って言ってもいろんな度合いがありますからね。まず認識してるのかどうかで見ていきます。ワンドのエース逆位置、もしかしたらまだ気づいていないよっていう関係性の方も多いかもしれません。まだ気づいていない、もしくはそうね、気づいてるか気づいてないかなので、認識されていないんじゃないかなっていうご関係の方が多いんじゃないかなと思います。で、もうすでに、顔見知りなんですって、連絡先知らないんですっていう方は、そのお相手がその先っていうところを今頭の中に入っていないような状況、あなたのことをもしね、顔見知りだっていう方は、存在は気づいていても、今こういう状況だから先っていうところを今見られていないんだと思う。すごく視野が狭いんですよね、今。自分のこの障害に対してのことしか考えていないから。で、認識してるかしないかのところでこれなので、やっぱり認識してない率が高いんじゃないかなって思うんですね。はい。ということで、また見ていきましょう。多分ね、認識してない率が高いと思うんですが、いや、でもね、私たち顔見知りなんですっていう方で、もし1番をお選びいただいた方は、顔見知りだっていうことを踏まえて、今からリーディングしていくことを当てはめてご覧いただいてください。メインとしては、認識されていないっていうことをメインに読んでいきますね。はい、では、認識してもらうためにどういうことをすればいいのか、まず見ていきましょう。認識してもらう前にどういうことをすればいいのか、認識してもらうためにどういうことをすればいいのか、っていうのをもらっていきたいんですが、でもそれよりなんかね、お相手の方がとにかく自分のことなんとかしなきゃってところがあるんじゃないかなっていうのが出ていますね。はい、もらっていきましょう。ワンドの10、ね、逆位置。はい、そして、カップの10、逆位置。これあまりね、急ぎすぎない方がいい気がする。フール逆位置で入ってるので、今あなたが気づいてもらおう、認識してもらおうと思って動いたとしても、お相手の方が今ね、あなたにたとえ認識したとしても、今なんかタイミングじゃない、その仲良くなっていくタイミングじゃないっていうのが出ているんですよね。少しここ耐え時かなと思います。まだね、タイミングじゃないので、まずはお相手の状態をよく見ていくことっていうのが出ていますよね。認識してもらうために待つっていうのが今出ているかなと思います。今あなた自身もなかなか行動に移せないっていうところがある。で、それを無理に行動に移してもね、認識してもらったところで、じゃあその先どうなのっていうところがあるので、ここね、少しタイミング見なきゃいけないかなと思う。で、そのタイミングってじゃあどういうタイミングっていうのをもらっていきましょう。トランプからね、もらっていくんですが、そうですね。お相手がね、まずね、そのお相手のタイミング見ましょう。ね、あなたのタイミングじゃなくて、お相手が今この問題を解決していくために、
そうですね、どういうね、タイミング、どういう風にお相手がね、なっていくかっていうのをもらっていきたい。ということで、今ちょっとこのタロットカードを使って、先にね、お相手の未来、近未来見ていきましょう。お相手どういう風に動いていくのか、まず自分自身のことですね。今自分で抱えているこの問題をどうにかしなきゃっていう風に、ね、なっていくと思うんですが、その問題ってじゃあ片付いていくのっていうところ、気持ちの整理ついていくのっていうところですね。今やる気が出てこないとか、視野が狭いっていうところがあるかなって正直思っています。そこに対してお相手の流れ見ていきましょう。少し時間がかかるかなっていうのが全体的に出ているので、長い目で見た方がいいかもしれない。カップの10逆位置、同じカードが同じね逆位置で入ってきていて、いやこれなんか複雑な恋愛をされている方もいるのかもしれない。これね、家族を表すカードでもあるんですよね。自分の家庭をまずクリアしていかなきゃいけないところにお相手がいるとか、あなたのところにも同じカードが出てるので、これそうですね、あなたもご家庭を持たれているっていう方もいるかもしれないですね。まず認識するとか、その仲良くなっていく前に、今その家庭環境っていうところもワードとして入っていますね。で、お相手のところにまずこれが入ってるので、多分ご自身のご家庭、もしくはそうだな、お仕事で行ってもチームワーク今うまくいっていない時っていうのが出てきているので、ここをまずなんとかしなきゃなっていうのをお相手感じてるんじゃないかな。ただやっぱり時間がかかるっていうのはあるかもしれない。ムーンのカード、はい、ちょっとねこれお相手時間かかるかもしれないですよ。ソードのページでしょ。いやー、気が抜けない状態とか、ぼーっとしちゃうとか、心がねここにない状態が続いていたりとか、そうなんか失恋したのかな、なかなかね抜け出せないよって、この今抱えてる問題とか痛みからなかなかね抜けていかないっていうのがねずーっとねあるんですね。これちょっと道がね険しいかもしれない。ナインオブワンズね、すごい、苦しいんだってお相手が言っていて、多分ねこれ以上ねカード出しても多分あまり結果が変わらないようなカードばかり出てくると思うんですね。で、こういう中でどうタイミングをつかんでいくのか、すごくね難しいと思います。ごめんなさいね、正直ここねお伝えしていくんですが、このカードの並び出ていてうまくいきますよっていうリーディングする方が私はおかしいなと思うので、うまくいくとはね正直言えない。そのね今すぐどうこうできるってことじゃないっていうのがずーっと出ていて、かなりこのお相手の中で問題長引いているとか、引きずっているとか、障害乗り越えるためにすごく苦労されるんじゃないかなっていうのが出ている。で、そうですね、タイミング見たいんですけど、何に対してすごくね悩んでいるのかっていうところをもらいたいんですよね。もう少しもらいたい。自分の気持ちがはっきり出てこないとか、活力が湧いてこないとか、ね、立ち向かっていけないとかね、そういうのが続いているんですね。ただカップの10逆位置で入ってるので、そうですね、その仕事、人間関係、ご家庭っていうところがあるのかな。ここが問題で、そのことに対してね答えが出てこないとか、決められないとか、迷いが出てくるとか、すごくね臆病になっていたり警戒していたりとかっていうのがずーっとねあるんですよ。今これを何とかしないと、あなたのことを認識したとしても、仲良くなったとしても、そこから先のあなたの望んでいる恋愛関係になっていくまでがすごくね大変なんじゃないかと思うんですよね。このねお相手今この状態で、じゃあ今あなたのことを認識していない体で見ているので、
そこでね、あなたと知り合ったところで、じゃあ何かが変わるのかとか、こういうお相手の付け入る隙がないようなところ、すごくね、周りに対して臆病になってるんですよね。自分が素直になれていない時でもあるし、周りからなんかこうやってこられたらすごく警戒しちゃう、ビクビクしてるんですよ。怯えてるような状況なので、そこに新しい出会いとしてあなたが入っていけるのかどうかってところも、あるんですよね。これ慎重に言った方がいいんですよね。そのあなたに対する印象が悪いとかじゃなくて、今このお相手自身の抱えてる問題が大きなことがありすぎて、そこにね入っていけるのかどうかっていうのがちょっとね見えていないかなっていうところが正直ありますね。でもタイミング一応見ておきましょうね。これ多分ねすぐどうにかできる問題じゃないと思うんですよ。なのですごくね長期戦っていう風に考えてください。そしてアドバイスとして言えるのは、あなた自身もそうなんですが、お相手も今一皮むける時っていうのがお互い入ってきてるので、お互いがレベルアップしていく時、人生経験を積んで次のステージへ行く時が今やってきてる、すごく試練の時なんですよね、お相手が。で、それを好きになってしまったあなたにもその同じくね試練として分け与えられているような状況なので、かなり長期戦を覚悟しておいた方がいいんじゃないかと思います。そしてこれね、今数字タイミング出すんですけど、1週間とか1ヶ月とかじゃ何ともならないと思うので、もう少し長い数字としてご覧いただきたいです。どれぐらい問題が解決するまでにどれぐらいかかるのかとか、例えばあなたが声をかけるとしたらどのタイミングかっていうのを見ていきますね。11ですね。11なので、やっぱり数字がやはりね大きいんですよね。ということはやっぱりね早くても、すごくねめちゃくちゃ早いとしても11日後でもね、その1ヶ月とかじゃなんとかなるような問題じゃないんだよっていう風に並びが出ているので、お相手の問題が解決されるまでには1年ぐらいのスパンで見た方がいいと思うんですよね。ただその1年の間にそのお相手が自分のことをすごくいっぱいいっぱい、正直ね精一杯なんですよ、自分のことで。でもそこにじゃああなたが絶対入っていけないのかって言ったらそうでもないと思うんですよね。仲良くなっていけるというか、認識してもらえる可能性はありますね。なのでその今お相手がこういう状況なんだよってことをまず踏まえていきながら、どういうふうにじゃああなたのことを認識してもらったらいいのかとか、そういうのを見ていきましょう。ほんとね、かなりここ大変なんじゃないかなっていうのがずっと出てるので、自分の未来に希望が持てないとかね、そういうのもあるので、あなたがそのお相手にそうですね、声をかけるタイミング、自分を認識してもらうためのタイミングもね、カードもらっていきましょう。これはごめんなさい、ちょっと出ちゃったんですが、これはね、そうですね、あなたが認識してもらうんだったら長いスパンはかけなくていいと思うんですね。ただ全体的にラッキーナンバー1枚もらっていきましょう。あなたが動くタイミングとして数字をもらっていきます。ただいけると思うんですよね。認識してもらえるとか仲良くなるっていうところまではこの1年の間には進んでいけると思うんですよ。で、2番2っていうのが出てるので、2のつく日、12日、20日とか、2月だと今これリアタイでご覧になっている方だとしたら、もう本当にね11ヶ月後ぐらいの間になっちゃうので、遅かったらねその11ヶ月後とかになるかもしれない、2月になるかもしれないけど、そこまではねかからないと思うんですよ。なので2ヶ月後とかですね、そういう目安で見ていただけたらなと思います。それまでにはあなたのことを認識してもらえるチャンスがあるんじゃないかと思います。ただこれかなりあなたに柔軟性が求められるというか、いろんな意味でバランス取っていかなきゃいけないっていうのが出てきていますので、
もちろんね、あなたが立ち上がって積極的にお相手に認識してもらう努力は必要です。そうしなければ多分お相手はね、自然とあなたのことに気がついてくれないっていうところが出ている。視野が狭いからね。なので、ただ待ってるだけだと、このままだとね、何の進展もないんじゃないかなっていうのが正直出ています。そして、あなたが立ち上がる勇気、ね、声をかけるとか、何かしらのアクションを取る勇気は必要なんだけど、そこに柔らかさを足していってねってことが言われてるから、長い期間経ちますよって、それでも耐えていけますかってところに柔軟に対応していけるのかとか、待つこともあるかもしれないですよね。すぐ仲良くなってね、じゃあすぐ恋に落ちるかって言ったら、並び的にはね、ちょっと難しい。そこに対してあなたがどういうふうに対応していけるのかっていうのがこのテーマとして入っていますね。いかに自分の心とか強く持っていられるのかとか、そういうのも出てきています。はい。では、ただね、認識してもらえるとか、仲良くなっていける可能性はあると思うんですね。この1年の間に、11ヶ月の間には。その後を望むのであれば、1年は待った方がいいんじゃないかと思います。で、この1年とか11ヶ月っていうのを聞いて、とか、長いなって思う方もいるかもしれないんですが、かなりでもね、これね、期間かかると思いますよ。そして、仲良くなっていける可能性があるのかどうかっていうのを見ていきましょうね。認識してもらえるのかとか、そういうのを見ていきます。そうですね。ワンドのキングとカップの9逆で入ってきていて、やはりどこまで自分のこの情熱、ペンタクルのクイーンの逆、どこまで自分の情熱を傾けて持続させていけるのかどうかっていうのが、鍵として入っていますね。やはり受け身なままではお相手に気づいてもらえないとか、仲良くなっていけないっていうところがある。ただね、これね、でもね、待つこともね、大事なんだよってこともね、言われていますので、その両方あるんですよね。行き過ぎてもいけない。今こういうお相手がすごくね、傷ついてる状態なんですよね。あと自分のことをすごく考えていて、先が見えないっていう状況で、あなたがね、私のこと見てっていう風に目いっぱいアピールしても、お相手ますますね、臆病になってしまったりとか、すごく警戒心持ってしまいやすくなってしまうので、かなりね、心が不安定なんですよ。そこにどうやってうまく自分をアピールしていくのかっていうやり方を考えていかなきゃいけないところではあるかなと思います。ただ、あなたがね、諦めなくて、自分でうまいバランス取りながらお相手に近づいていこうって思うんだったら、それはね、やっていける。気づいてもらえるし、仲良くなっていけるっていうところがある。で、どこまで仲良くなっていくのかっていうレベルをね、求めるのをどうしようかなっていうところがあるかなと思います。なかなかあなたの思うように進んでいかないっていうのが出てくるんですよね。早く仲良くなりたい。連絡先知りたい。ね、もう友達以上の関係になりたい。あわよくば恋愛関係になりたいっていうふうに思っていたとしても、それがじゃああなたの望み通りにすぐ叶っていくかとかっていうと難しいかなっていうのがカードがね、すごくね、表してくれていますので、じゃあその中でも自分ができること何なのかなっていうことを探していかなきゃいけないんじゃないかなっていうところが出ているかなと思います。なんかね、待つだけじゃ気づいてもらえないから動こう。だけど動きすぎてもいけないよっていうところもあるから、すごくね、じゃあどうすればいいのよっていう風になりますよね。なので、そうですね、まず、今このお相手のこの状況で、あなたがね、自分のことを認識してもらおうって動くときにどうやって動いていけばいいのか。いやーでもな、バランス保つことだったりとか、あとね、あまり積極的になりすぎてもいけないけど、積極的にある程度なっていかなきゃいけないとかね。あと自分のことを包み隠さず、いかなきゃいけないんじゃないかなっていうことを教えてくれていますので、あまり取り繕わなくていいんですよね。あなたも、最初はね、勇気すごく振り絞ると思うんですよ。まだ認識されていなくて、どうやって、
名前知ってもらおうかなとか、顔知ってもらおうかなとか、もっと今以上に仲良くなっていこうかなっていうことをすごくね、勇気のいることだと思うんですよね。で、まずね、その勇気を振り絞る、その自分自身をまずね、褒めてください。今ね、自分で動こうとしてるんだって。そして、すぐにはなんとかならないかもっていう風にカードが出てきていて、すごく今、ショックとか落ち込んだりとか、がっかりしてる方もいるかもしれなくて、その中でも、じゃあ、どうやってやっていけばいいんだろうっていうところまで視点を変えていけたあなた、今のあなた様、とても褒めてあげてください。自分自身のことを。そうやって切り替えていけることが今大切だよっていうふうに言われてますので、そう、もう少しね、具体的にもらっていきましょう。今このお相手の問題ね、なかなか解決していかないんじゃないかってところにあって、その中で自分をどうやってアピールしていけばいいのか、教えてください。はい、木のカードが出ています。もう一枚もらいましょうか。ゆっくりねっていう風に言ってるんですよ。じっくりゆっくりっていう風に出ていますね。あ、でもハートのカードが出てるから、いやー、ここね、あなたのこの真実の愛っていうのが求められている時でもあるかなと思います。あとはね、この木が成長していくかのようにね、芽からこの大きな大木になるかのように、ゆっくりと年月かけて育んでいきましょうねっていう風に出ていますね。指輪のカード。指輪か。カップの10と指輪が出てきているので、そうですね。やっぱりご家族とかご結婚っていうところのワードに引っかかる方がいらっしゃるのかなと思います。それはこのお相手なのか、あなたなのか、でもどちらにも出ているので、まずそこをクリアしていかなきゃいけない。で、そのことに時間がかかる。それを待っていられるのかとか、そこにあなたのこのお相手だけを見つめているっていう、この長い期間ね、見つめていられるのかどうかっていうのが、かなり問われるんじゃないかな。そして積極的になるんだけど、自分をね、知ってもらうために勇気は振り絞っていくんだけど、かなり時間かかるっていう風に言われているし、少しずつゆっくりゆっくり育んでいこうねっていう風に言われているので、焦らず、ここはね、焦らずですよ。焦らずやっていきましょうって。ただここ焦らずねやっていくと、であとね、自分の今お相手を好きだっていう気持ちを信じながら取り組まれると、その後かなり結果がついてくるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。お相手にちゃんと認識してもらえて、すごくね仲良くなれる可能性がここで出てきているんですよね。連番で入ってきていますので、24、25って。あとここ乗り切ってしまえばトントンと進んでいくようなところでもあるんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、ということで、まずはね、お相手今の状況を何とかしてほしいなっていうところはある。お相手自身もね、頑張っていかなきゃいけないんじゃないかなっていうところがあるんですが、今こういうお相手の状況を見てもね、この状況のままあなたのことをアピールしていった場合、お相手はあなたのことをどういうふうに認識してくれる、どんな印象を持ってくれるのかっていうところをね、見ていこうと思います。ただここ乗り切ってしまえば、あとね、ゆっくり時間かけていくことっていうのがアドバイスで出てるので、ここをね達成していけば、その後はすごくねいい展開が待っていると思いますね。ではね、今この状況の中でもね、お相手の状況を解決しないような状況でも、あなたが少しずつアピールしていくことで、お相手あなたの印象、まず第一印象を見ていきましょう。今これ多分認識されていないっていう状況で今見ていますので、もしね、これ今顔見知りなんですって、連絡先とかわからないだけで顔は知ってるんですとかね、名前だけ知ってるんですっていう方は、もうその体で置き換えてご覧になってください。あなたの第一印象はどうだったのかってことで見てください。で、まだ認識されていないよって方は、出会った時、認識してもらった時に、お相手がどういう印象を抱くのか、見ていきましょうね。第一印象です。ペンタクルの5。これ抱きしめ合ってますね。これね、かなり意味が強いこと言ってるかなと思いますね。なんでかっていうと、ここ
カップの10の逆位置、こうやってね、赤ちゃんを抱きしめ合っている夫婦かな、家族の絵がある抱きしめ合っているものの逆で入ってきていて、あなたにもそれはね、同じような、これはね、抱きしめ合ってるんだけど、こっちはね、抱きしめ合ってはいないんですが、こうやってね、腰に手を回して仲良くやってる同じカードなんですけど、抱きしめ合ってるの逆のこっちが正位置で抱きしめ合ってるっていう絵柄がね、リンクしてるなって思ったんですよね。自分の痛みを軽減させてくれるんじゃないかって、お相手が、そう、あなたが救世主みたいに見えるんじゃないかなって、一筋の光だったりとか、すごくね、苦しい中に優しく手を差し伸べてくれた人とか、傷ついた自分の心をいたわってくれる、温めてくれるような存在としてあなたのことを認識するんじゃないかと思います。ということは、かなり孤独感とかっていうのを感じてるのかなっていうところがあります。一人ぼっち、誰も助けてくれる人がいないとか、かなり一人で寂しい苦しいとか、寂しいからとかじゃなくて、そう、苦しさプラス寂しさ、そこから生まれる孤独感とか、そういうのを今すごくね、味わっているというか、ね、味わいたくないですよね。今そういうところにいらっしゃる。で、あなたと出会ったことでお相手があなたにね、温かさを感じる。こんな厳しい自分の状況の中に手を差し伸べてくれる人がいるんだっていう風にあなたを認識するんじゃないかなと思います。では、そうですね、出会った第一印象、そしてあなたが少しずつアピールしていって、多分ね、これ誠意を込めながらお相手にね、ゆっくりと近づいていくことっていうのがあるので、これをもしやった場合、この第一印象からどういう風に変わっていくのか、はい、見ていきましょう。ワンドの4ですね。なんかね、とてもお相手に安らかさを与えてあげられることができるあなたの存在があって言われていますね。かなりお相手にとってオアシスのような存在としてあなたがここに出てくるかなっていうのがあります。すごくね、お相手があなたに助けを求めるというか、癒しを求めるというか、そういうところが出てくるんじゃないかと思いました。ただ、それを長く続けていくっていうわけではないような気がする。あなたに癒しを求める。じゃあそれが一生続くのかって言ったらそうでもないんですよね。お相手の問題が解決していけば、お相手も元気を取り戻していきますし、気持ちもどんどんと前向きになっていきますので、あなたに全て支えてもらってるとかじゃなくて、今度は自分も支えていくよっていう風に立ち上がっていけるようになっていくと思うんですね。はい、ここね、いいカード出てきてくれていますので、でも今はね、とにかくお相手の心の拠り所としてあなたがうまくねアピールしていくところっていうのがありますね。ただこれでもね、チャンスでもあると思うんですよね。確かにデリケートにお相手に接していかなきゃいけないところはあるんだけど、一回お相手に認識してもらえれば好印象を抱いていただけるし、あなたに相談していけるとか、自分のね安らぎの場所だっていう風にお相手が思ってくれるから、そこにあなたがどうやって入っていくのか、お相手の心の中にうまくね入っていけるのかっていうところが試される、問われるようなところでもありますね。お相手の心の中に入っていくためにはっていうところをここのカードからもらっています。ね、木のカード、ハート、指輪っていう風にもらっていますので、時間はかかるかもしれないけど、自分のね、柔軟に対応していこう。そして、長くかかるってことを前提に考えた上で取り組んでいけば、自分自身の急ぐ気持ちだったりとか、なんとかして早く結果出したいとか、そういう気持ちがすっと落ち着くような気もします。あなたの中でうまく消化できるんじゃないかなっていうところはあります。はい、では、なかなかね、お相手、問題が解決されるまで時間かかるっていうことなので、それ以上の展開、1年以上先の展開っていうのは今は出さない方がいいかなと思いますね。ただ、メッセージをね、もらっていきましょう。タイミングと接し方とか近づき方っていうのを、
あなたに問われているところでもありますし、そこをあなたが優しく包んであげれるように接していけば、お相手があなたのことを好印象を抱いてくれる。でもかなり割合高くあなたがね心の拠り所みたいに思ってくれるところがあるので、今ね助けてくれる人誰もいないんじゃないかなっていうのが正直出ています。お相手一人ぼっちっていうのがあるんですよね。なんでこういう状況になってしまっているのか、それはちょっと見えない。ご家族の問題なのか、仕事のチームワークがうまくいってなくて自分が孤立してるのか、何かね失敗してしまって立ち上がれないのかっていういろんなところの要素が出てきていて、でそういうのも出てきていますので、これねお相手が多分認識されていないんじゃないかと思うんですよね。でもし認識されていたとしても、恋愛関係にしていこうとかそういう気力が今ないんですよね。もともとあなたに対してそう思ってるんじゃなくて、この方自身が恋愛に前向きになれないような状況環境にいるってことです。なのでそこをね無理やりこじ開けていっても逃げていっちゃうのかなってところがあるので、ゆっくりとゆっくりとっていうところを意識してやってみてください。そしてねこのアドバイスのカード2枚もらっています。でやっぱりね何事もねゆっくりとだよって、今このお相手の心っていうのがかなり閉ざされているような状況。それはあなたに心を開かないとかじゃなくて、誰に対しても今そういう状況だと思うんですね。すごく警戒してるんですよ。今ね自分の心をこれ以上傷つけたくないとか、新しい刺激っていうのを今ね受け入れられないような状況だから、かなり分厚い壁っていうのを作ってしまっていて、そこに入っていくのかなり大変だよって、滝のようなお相手の心、すごいね水の分厚い壁がかかっているような状況なんですけど、でもねこれね石の壁じゃないから水なので、滝だからねすごくね当たると痛いし冷たいし激しいしってところは今はねあるんだけど、でも滝がやがてゆっくりな穏やかな水の流れになっていくと、ゆっくりとあなたがそこにスッと入っていけるでしょうっていう感じがするので、まずね時間をかけながらゆっくりやっていこうっていうところもあるかなと思います。受け入れることっていうのもあるかな。お相手の今の状況、激しい壁、高い障害、お相手が抱えていることを今それあなたも受け入れて一緒にやっていくんだっていう気持ち、一緒に乗り越えていくんだっていう気持ちね、あなたには全然関係ないところですごくね抱えてらっしゃるところがある。もしかしたらね一部の方では複雑恋愛でご家庭っていうところがワードで入ってきてるかもしれないんですが、お相手の問題をあなたも一緒にね親身になって話聞いてあげるとか、そういうところっていうのがある。お相手が求めてるところでね話聞いてほしいとか、心のね拠り所っていうところを今求めてる、本当は求めてるところでもあるんだけど、でもね今はねやっぱり自分のことだけが精一杯っていうところもあるから、本当は自分が助けが欲しいんだっていうところまで今気づけていない状況でもあるのかな。あとは自分にはね手を差し伸べてくれる人なんかいないんじゃないかなっていうふうに、そこまでかなり追い詰められているような状況でもあるので、優しくねここに入っていこうっていう感じですね。これね許しのカードなんですよね。あなた自身がマイセルフ、あなた自身をね許していこうって言われてるんですよね。なぜこの許しのカードがここで入ってくるのかなって一瞬考えたんですが、例えばあなたがねお相手に認識されていないのが悲しいとか、これ以上仲良くやっていける自信がないとか、勇気が持てないとか、お相手にね仲良くなろうって言ってなんかいい反応返ってこなくて今とても辛いとか、そういうことをあなた自身も感じてるのかもしれない。自分自身がうまくやっていけないんじゃないかって、自分の思うようにね進んでいけないんじゃないかってことを感じてますので、中にはねもう認識されてるよって方は一回お相手に話しかけられて冷たくされたように感じた方もいるかもしれない。でもお相手はねあなたのことが嫌いで冷たくしてるとかじゃなくて、余裕がないんですよね。周りのことを見る余裕もないし、周りに優しく接していけるような状況でもないので、
それで話しかけて冷たくされたっていう風に感じた方もいるかもしれない。で、こんな自分ダメなんだとか、自分のこと責めてしまったりとか、勇気を持って連絡先聞けなかった、私どうしてあの時ああいうことをしちゃったのかしらとか、動けなかったのかしらとか、そういうところを自分で許していきましょうねって言われてるのと、速さじゃなくて今確実な成長とか、ゆっくりと見守っていくことだったりとか、育てていくこと、育んでいくことっていうことがワードとして入ってますので、そこに対して自分が自分自身をね受け入れていく、もしかしたらねお相手が思っている以上にあなたの方が早く何とかしたいっていう風にね、テンションが上がってしまったりとかして、で今このリーディング見てガクって落ちたりとかしたかもしれないんですが、そこをね受け入れていくっていうのがここで出てきているのかなと思います。あんまりね自分自身責めなくていいよって、あなたのせいじゃないんだって、お相手が今こういう状況でいるのって全く別、あなたのことじゃない、全然違うんですよね。そしてで心の中ではね助けを求めているところがあるから、うまくねそこをねやっていくっていうのがかなり難しいと思う。確かにすごくねいろんなこと抱えてる人に入っていく、その人の心の中に入っていくことって面識がない状態だったらなおさらすごく大変だと思うんですよね。で、勇気出して動いてみてって言われても、例えばね同じ会社とか学校とかの中にいて、で名前も顔も全然知らないけど仲良くなっていきたいとか、だけどフィールドが同じところにいるんだったらまだね接点持てそうじゃないですか。あとは自分がよく行くね行きつけのお店の店員さんとかお客さんとか、何かしらね場所でつながっているんだったら、そこをきっかけにして話しかけていけるとか、そういうタイミングつかめていけるとかもあるかもしれないんですが、これ今浅い関係で見ているので、もしかしたらね毎日の通勤電車のあの人が気になるとか、全くね会えるような状況でもないんだけどあの人が気になるとか、そういう方でご覧になっている方もいると思うんですよ。でお相手と同じフィールドにいるかいないかによっても話しかけやすさとか話しかけづらさっていうのも違いますよね。で、同じフィールドにいたとしても全くお互いのこと知らないような状況だったら、そこからつながりを持つことすら大変なことかもしれない。ここをねすごくね勇気いることだと思うんですよね。そこから自分で何とかしようって思ってるっていうあなたのその勇気がとにかく素晴らしいとね。それでもここにちゃんと確かな愛があって、あなたはね自分を見てほしいっていう風に多分ね思ってらっしゃると思うんですよね。でもお相手必ずねここ乗り越えていけば、あなたのことをねいい印象で持っていっていただけますし、その後っていうのもね乗り越えた後なんか育んだ後ですね、2人が認識し合ってお話できるようになるとか、そこまではねあなた勇気を出す必要があるし、バランス見ながらねうまくね柔軟に対応していくってところでかなりレベル高いことを求められているんですが、お相手障害を乗り切った後とかね、この今の問題片付いた後とか、2人の仲が進展していくんですよね。その後はトントン拍子に、仲が、ね、縮まっていきますので、この時間がかかるっていうこととか、自分が勇気を持って話しかけたところでお相手の状況がこういう状況だから、状況が状況なだけにお相手からいいお返事もらえなかったりとか、なんとなくねお相手ぼんやりしているとか黙っているとか、そういうことがあって落ち込むことがあるかもしれないけど、あなたが嫌いだからってわけじゃないからね、大丈夫、ここは大丈夫よ。なので今ねどうやってお相手の心の中にね自分のこの木の芽をね生やしていくかってところが、今ここ焦点当ててねってところが出てきていますので、焦らずゆっくりと、そして柔らかくやっていこうっていうのがあります。はい、ここね自分がこの1年かけてお相手との仲を育んでいくのかどうかっていうところがあるかなと思います。で、あなたがそれでもいいからやっていこうっていうふうに思えるのであれば、その後かなり進展の見込みがあるというか、そういうところ愛とかね約束とかね、そういうところが出てきていますので、はい、あとはあなたがどういう風に進んでいくのかっていうのを決めていただくことだったりとか、あとはねこのね長い年数かけてね、長いね期間かけてお相手の中に自分の目を
生えさせていきながらもね、芽をね、植えていきながら、種まきしていきながらも、あなたはあなたで他のことに目を向けてもいいと思うんですね。このお相手だけが全てじゃないので、このお相手との間に種まきしている間に、自分は自分で他に出会いがあるかもしれない。そういうふうに備えていこうかなっていうふうに考えるのもありなんですよ。あとは、他はもういいんだって、このお相手しか今見えていないんだっていうふうに今感じるのであれば、今はその気持ちに従って、それに沿ってお相手だけっていう風に選ぶのもいいですし、これをあなたがどういう風に受け止めて、どういう風に種まきしていくのか、お相手だけなのか、それともそれ以外のところにも種まきをしていく。お相手以外の人かもしれないし、自分が興味を持てるような趣味を作るとか、そういうところに目を向けていくのかもしれないし、いろんな種まきの方法があるからねってことをここで言われてますので、こちらも参考にしてください。はい、今回は関係の浅い恋愛、この恋の行方とかお相手の今の状況を見ていったんですが、今ね、このお相手すごくね、状況厳しいって、自分自身の状況が厳しいってことを言っていますので、そこに対してお相手とあなたの未来の行方を見る前に、今あなたがどういうふうにすればいいのかっていうことを具体的にもらっていきました。この中から何か心に残るメッセージがあれば参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今回はね、関係の浅い恋ということで、あなたのご希望に添えられるような、すぐね、結果が出るような、ね、わーすごいとかね、神展開みたいな感じにならなかったかもしれないんですが、ぜひ参考にしていただいて、種まきやられてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではこちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、関係の浅い恋、お相手と仲良くなるためにはどうすればいいのかというのをテーマに見ていきます。はい、今回タロットカードは正逆採用して見ていきます。で、ルノルマンカードとトランプも使っていくんですが、そのカードは正位置で見ていきますね。タロットだけ正逆取って見ていきます。そしてその今関係の浅い恋愛で見ていくので、もしかしたらね、お相手に認識されていないよっていう可能性もすごくあるわけですね。で、今その認識されているかいないかによってカードの展開変えていきます。で、もしね、認識されている、顔見知りだよって、で、連絡先も知ってるんだけどって、なかなかそこから発展していかないんだよねっていう方は、今ね、もしかしたら、そのリーディングの内容、言葉をね、置き換えてご覧いただくかもしれないんですね。その認識されてるかされてないかにもよって変わってくるんですが、その浅い関係の恋愛、メインとしてはまだね、認識されてるかどうかわからない、どうしようっていうところの方向けに今メインをお話しさせていただきますので、いや顔は知ってるし認識されてるんだけどなかなかね、先が進まないっていう方は言葉を置き換えてご覧いただけたらなと思います。で、今回ね、念入りにシャッフルしていきますね。まだね、その関係の浅い恋って言ってもいろいろあるんですよね。同じ職場で連絡先知らないとかね、プライベートの中になっていないけど仕事が一緒になるから気になるなっていう方もいますし、ね、仕事先の取引先の方が好きとかね、あとは同じ学校だけどクラスも違うしって顔と名前知ってるかどうかよくわからない、自分は知ってるけど相手は知らないかもとか、そういうのもありますよね。浅い関係っていろいろありますので、もしかしたら全然ね、自分のことお客さんの一人としか思っていないんだろうなっていうふうに、名前とかも知らないんだろうなっていうふうに感じていらっしゃる方もいるかもしれませんしね。いろんな意味で浅い恋愛って関係ってありますので、浅い関係か、浅い恋愛じゃないですね、浅い関係の恋ってありますので、それをね、まず見ていきましょう。で、まず今のお相手のコンディションをこのカードからもらっていきます。はい、今お相手どんな状況にいるんですかっていうのを見ていきますね。かなり念入りにね、シャッフルしていきますね。
今のお相手のコンディション的には、ソードのエースが出ている。どうしてなのかな。ワンドの4も出ている。コンディション悪くないですね。今ね、とてもね、いい状態。ペンタクルの9も全部ね、正位置で出てきていますので、今ね、すごくね、お相手、コンディションがいいっていうのがね、言われてますね。めちゃくちゃいいんじゃないかな。とても頭も冴え渡っているし、周りのこともよく見えていますし、人間関係もいい。対人面ですね。とても今自分がね、心穏やかに、そして充実感があるっていうのが言われていますね。周りにとてもね、目を配ることができているし、いいですね。なんかね、すごく安心できる場所もちゃんとあるから、今とてもいい状態っていうのが出てきています。では、ここに対して今、あなたのことを認識しているのかどうかっていうのをもらっていきます。こちらもすでにシャッフルしてあります。はい。こちらから今、このお相手の状況の中であなたって認識されているのかどうか。はい、もらっていきます。バンドの A と逆で入ってますので、どうかな。で、悪魔の逆。なるほど。もう一枚もらいましょうか。どうかな。ワンドの3、正位置で入ってますので、なんか今ふわっと思ったのが、喧嘩？なんかこう浅い関係なのに喧嘩っていうのが入ってきて、喧嘩でも浅い関係ですもんね。なのでなかなかね、動かなかったことが今動き始めてきたとかね、そう滞っていたものが順調に流れ出してきたとか、そういうイメージが入ってくるんですよね。かもしくはあともうちょっと、もう一歩みたいなところがある。で、お相手に認識されてるかされてないかで言えば、認識はされてると思うんですよね。で、最近かな、お相手の心の中であなたに対するイメージが変わったっていうのがもうここで入ってきているので、そうですね、認識されてるんじゃないかなと思います。で、いや、全然なんか多分私のこと気づいてないと思うんですとか、プライベートな情報とか全く知らないっていう方だとしても、あなたっていう存在、あなたの名前を知らなかったとしても、あなたの姿形を覚えているとか、例えばね、顔の見えないネット上の関係だとしても、あなたの ID とかアカウントとかを覚えているとか、存在感は分かってるよって、ただ少しね、距離を感じるので、滞っていたものっていうのが入ってくるので、何かしら距離があったりとか、遠くから見ているだけとか、そういう遠くから見ているあなたの視線に気がついているとか、そういう意味で認識されているのかなっていう可能性もあります。ネットのつながりとかじゃなければね、遠くから見ているあなたの視線に気づいているんだけど、そこから先に進んでいかない。なんとなくあなたのことを認識しているんだけど、っていうところですね。そういうところかな。あと、やっぱりなんでだろう。喧嘩っていうのが入ってくるんですよね。意見のぶつかり合いなのか、うまくいかなかったものが今やっとスムーズにとかっていう流れがね、何か入ってくるんですよね。なんでかな。浅い関係で見てるのに、なんでかな。で、もし今この言葉を聞いて心当たりのある方は、もしかしたらね、いるかもしれないんですけど、今ね、入ってきたのをちょっと踏まえつつ、でも認識はされているでしょうと。そして、じゃあその後見ていきましょうね。ね、いや、全然認識されてる自信がないっていう方でも、あなたのことね、気づいてますよ、この方。はい。で、その後ですよね。で、認識されているので、あなたのことどういうふうに見えているのかっていうのをもらっていきましょう。それはね、こちらのタロットカードからもらっていきますね。なんだろうな、制限から外れて、お相手がね、それを外してくれたのかな。
何かきっかけをくれたのかな、お相手の方から。まあでもあなたの印象をね見ていきましょう。はい、あなたの印象としては、カップのキングが入ってる。これ1枚でいいと思う。すごくね、素晴らしいカードが入ってきてくれています。優しくて穏やかで自分のことを受け止めてくれてっていうのがもう異性としても見てるんですよ、お相手が。あなたのこと。で、あなたが、あなたのね、性別関係なく、お相手があなたのことを自分の恋愛対象として、恋愛対象、だと思うんですよね。異性として、一人の異性としてあなたのことを見ていらっしゃると思うんですね。どうかな、年齢ってそこまで差を感じないんですけど、年齢というよりはすごくね、頼りになるとか、自分に優しくしてくれる人だなって思っていたりとか、存在がすごく大きいので、例えばね、プライベートの情報を知らなかったとしても、今のつながりのだけでもあなたの存在感ってすごくたくさんいっぱいこのお相手の中でね、ウエイト占めてるよっていう風に出てきていますね。かなり面識があって、例えばね、プライベートの情報を知らなかったとしても、お仕事が一緒とかであなたが接する機会ってあるんじゃないかなっていうのがある。浅い関係なりにも2人の接点っていうのがあって、で、あなたからもたらされるものっていうのが、お相手実りとしてね、受け取ってるよっていう風に言われてるし、今コンディションもすごくいい。なんかね、イメージもすごくいいので、お相手ね、すごく今いい。なんか最近自分の中ですごくね、やったぞって、勝ち取ったぞとか決めたとかっていうことがあったから、今自分の状況がいいんだっていうことが言われてるんですよね。なるほど。では、お相手とね、もっと仲良くなっていくための具体的なアクションをもらっていきましょう。どういう風なことをしたらもっと仲良くなっていけるのかって。ただこれね、関係性の浅いね、恋愛で見ていると思うんですけど、何かね、お相手すごくね、あなたのことをね、大切みたいなことに思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。大切というか、本当にね、異性として、あとは頼れる人とか、そうですね、頼れる方、優しくしてくれるとかね、穏やかな人とか、そういう受け止めてくれる人とか、そういう風に感じてる。関係性が浅いってことで見てるので、強いてそういう意味で言うんだったら、取引先の優しい方とか、話を聞いてくれる相談相手とか、ね、でも少なくとも認識はしてるし、あなたのことをね、はっきりとね、プライベートの情報を知らなかったとしても、例えばね、アカウント名だけ知ってるとかね、今の関係性の状態で、お相手があなたの情報をね、今知ってる限りだと全てね、今知ってますよっていうところが出てきている。深い関係まではまだ知れてないかもしれないけど、今持てる情報は全て持ってますよっていう風にも出てますので、すごくいいと思うんですよね。で、ここに対して仲良くなっていくための具体的なアクションもらっていきましょう。すごくいいと思いますよ。なんで喧嘩って入っていたのかな。なんでだろうかな。でも、滞っていたものが今開かれていく、道が開かれていくとか、今まで例えばね、連絡なかなか取りづらかったとか、うまくね、進展していかないって思っていたかもしれないようなことが、今開通してきたというか、流れが良くなってきてるんですよね。で、お相手の状況もすごくいいので、全然ね、印象もいいから、すごいチャンスありますよ。で、あなたに対する印象もいいので、どうやったら仲良くなっていけるのか、コウノトリが出てきていて、もう少しね、もらっていきましょう。ハート？これ2枚でいいかな。いや、でももう1枚もらいましょうね。なるほど。そして、9番のカード、ブーケですね。めちゃくちゃいい。これ、本当に関係の浅い恋愛関係で見てるんですよね。で、確認しちゃうぐらい、いいカードが出てきているんですよ。そうだな。どっちからかな。
どっちもっていう感じもするんですよね。とにかくいい変化が今やってきますよ。それを起こすのがお相手からなのかあなたからなのか、どっちかなってところがある。でもどっちかっていうのをまずもらっていきましょうね。どっちかな、あなたかな、お相手かな、どっちだろう。どっちも可能性がすごくあるんですよ。1枚出てきたのもらっていきましょう。ペンタクルのページ、そうだな、これ1枚だけで見るんだったら、いやどっちかな、あなたかな、お相手かな、いやそれもねはっきりと出てくれないから、でもねあなたかな、いやでもなお相手かな、なんかねどっちも可能性があるっていうことをまずね見ながらいきましょう。どちらかが確実にアクションを起こすと思います。で、そうだな、そうですね。あなたの可能性もあるし、お相手の可能性もある。なので、相手から動いてくれるんだっていう風に思わずね、で、自分でチャンスがあれば自分から動いていくようなつもりでいてください。ね、もしかしたらお相手もね同じようなことを思ってるかも。あなたの方から動いてくれたらいいのになっていう風に思ってるかも。すごく好印象だけど、動きはあなたの方からってことをね求めてる可能性があるし、同じぐらいお互いが同じようなことを思ってるかもしれない。そしてちょっとね、その勇気を振り絞れば、少しの勇気を振り絞れば、すごくね素晴らしい発展があるって、仲良くなっていけるって、ハートでしょ、愛のカードとコウノトリっていうのは、いい変化がやってくる、チャンスがやってくるとかね、その素晴らしいところへ運んでくれているものなので、であとブーケのカードっていうのはこう花束を君にっていうことで、その誠実な気持ちだったりとかね、自分の伝えたいことっていうのをこのお花の形に表して持っていきますよっていうことが言われてますよ。なのでそのね、花束をもらうんじゃなくて、そのなんだろうな、なんか嬉しい言葉をかけてもらえるとか、こう今仲良くなるための方法で見てるので、その自分から話しかけに行くことなのか、お相手から話しかけられるのか、何かきっかけがあって2人がね仲良くなっていけるよってことがすごくここでね出てきているの。すごいですよこの並びで。そうね、どっちからっていうのをもらいたかったんですけど、ペンタクルのページなので、例えば同じ職場関係であれば後輩の方が先で、あなたの方が後輩であればあなたがアタックしていく側、チャンスを作っていく側で、お相手の方が例えば年下だったりとか、例えばねお相手の方が、仕事の中では後輩っていうのであればね、お相手の方から動いてくるんじゃないかなっていう可能性もあるんだけど、でもそういうね立場の上下関係とか年齢とかそういうのを抜きにしても、どっちから動いてもいいと思う。でもねこれあなたに言うとするんだったら、あなたから動いた方がいいんじゃないかと思う。もったいないもんだって、これすぐ動いた方がいいんじゃないかなっていうぐらい、すごいねお相手の印象もいい、今のこのお相手の状況もいいから、今ねこれ飛びつくチャンスなんじゃないかなと思う。ぐずぐずしてると今この状況が変わっていく可能性があるから、今までね例えば自分で認識されていないんじゃないかなとか、どうやって仲良くなっていけばいいんだろうっていう風に迷っていた方っていうのは、その迷わずにもうお相手にアタックしていく方がいいんじゃないかと思いますよ。でお相手から来てくれるんじゃないかって思ってるうちに状況が変わる可能性もあるので、もう好きあらばもう自分から自らそのチャンスを作っていくっていうぐらいの気持ちでいてもいいと思う。積極的に動いて全然 OK っていう風に出てるので素晴らしい。はい。でお相手もねとても前向きに、すごく前向きに考えてくれてますので、そこに何の迷いもないよっていうところがあるんですね。大丈夫。でさっき言った仕事の上下関係だったりとか、あとはねお店のお客さん店員さんとかって立場とか、あと年齢とかね、そういうの全部抜きにして、今あなたがね勇気をちょっと振り絞って動けばだいぶね状況変わってきます。はい。ということで、ここはね多分ねこうすごく素晴らしいカードがたくさん入ってくれてるので、タイミングもらっていきましょうか。じゃあそのお相手に動き出すのにいいタイミングをくださいということでもらっていきましょう。具体的な数字としてもらっていきますね。
そうなんかね、愛のカードが入ってるから恋愛関係に発展する可能性がすごくあるんですよね。コウノトリ、ハート、ブーケでカップのキング出てきてますので、2ですね。2番です。2のつく日とか、そうですね、12日、22日とか、20日とか、そうで、これ多分ね、割と早く動いた方がいいよっていう風に言われてるから、例えばね、1年後に動こうとか、そんなのんびりしてられないわよっていう風に出てますので、本当にね、早い方がいい。2時間後とか、本当にこれ見てすぐとか、もう連絡先知ってる、だけどなかなか連絡取りづらいとかっていう方だったら、もうすぐにでも行動を移した方がいい。その関係性の浅さっていうのがあるじゃないですか。それぞれの立場によって。連絡先知ってるんだけど、なかなか連絡取れないっていう方だったら、もう連絡先知ってるんだったら、もうある程度段階踏んでるから、もうすぐにでも連絡する。で、連絡先知らない、まだそういうプライベートな関係じゃなくて、ただ同じ職場とか同じ学校の中にいる人とかであれば、その同じ学校とか会社の中で話しかけに行くとか、連絡先教えてくださいとかね、話しかけていって、例えば毎朝挨拶するような中から始めていって、で覚えてもらったら、ちょっとね、プライベートな話を交えながら仕事の前にね、お話しする時間作ったりとかして、で、そして連絡先交換してくださいでもいいし、例えば飲み会とかの席がもしあるんだったら、そこでプライベートな話を持ちかけつつ、連絡先教えてくださいって言ってもいいし、どんなやり方でもいいから、アタックしていけっていう風に出てる。で、なるべく早くっていうのがあるので、もう2時間後、2日後とか、2週間後とか、その2のつくとき、ね、今、これをご覧になった後に2のつく日、2日後とかじゃなくてもいいんだけど、これを見たのがもし4月4日とか5日とかであれば、その次の2のつく日だから12日とか、例えば2日後とかでもいいんですけど、とにかくね、早い方がいいっていう風に言われてます。あなたのね、メラメラする気持ちがきっかけを作っていくよって、チャンスをものにしていけるよっていう風に言われてるから、飛びついていいと思います。ここはね、後押ししてくれてますね、すごく。はい、ではそうだな、なんかね、お相手のリアクションも良さそうなので、この後ね、2人がどういう風になっていくのかっていうところも見ていこうかなと思いますね。ここもね、もらってってもいいかなと思う、この2人だったら。で、全然ね、学校とか職場も全然違うしって、全く接点ないっていう方であれば、もう自分から接点を作っていくような、ぐらいの勢いで行ってもいいと思う。で、あとはお相手があなたのことをすごくね、認識してるっていう風に出てきていて、で、好印象っていうのも出てきてるので、なんかね、顔も知らないとか、お相手に全くつながりがないっていう方、いないような気がするんですよね。ある程度多分仲があると思うんですよね。カップのクイーンが出てきてる。カップル成立してる。この先ね、どうなっていくのかって、ここでカップル成立してるから、何があったんですか、2人の間に。やっぱり一番最初に出てきたワード、喧嘩？実はこれ浅い関係で見ているとかじゃなくて、あなたの中では浅い関係って思ってるかもしれないけど、2人の距離すごく近いよって言われてるし、本当にね、私が一番最初にファって言ったその喧嘩とかっていうワードに当てはまる方だったら、元の鞘に戻るというか、2人がね、隣り合って同じカップのね、クイーンとキングだから、夫婦なんですよ。ね、夫婦のカードが揃って入ってきてるので、これがお相手があなたに対する印象で、こっちがこれから先の未来を見た時のカードなので、未来2人揃うんですよね、こうやって。すごくないですかね。しかも正位置でどっちも入ってきてるから、これがもしね、逆位置とかだったらまた違っていたんだけど、
政治で入ってきてるので、こうなんか元に戻るというか、収まるべきところに収まるというか、あるべき姿になっていくというかね、こう戻るだけじゃなくて、全然こう喧嘩とかじゃなくて、本当に関係性浅くてこれからなんですって方は、このお互いの本来あるべき姿とか、いるべき絆とか、持つべきところとか、そういうところがちゃんと生まれてくるよっていう風に言われてますので、すごくねこれ自信持っていいと思う。お互いの気持ちが通じ合えるって、だってハートでしょ。もう本当にカードがね素晴らしすぎるんですよ。で特にお相手のカードがすごくね良すぎて、で今ねここもあなたに対して認識してるかどうかだから、そうあなたの状況を見ていないんだけど、このお相手の状況とか、その仲良くするための方法だったりとか、今後の様子とか見ていくとすごくいいので、もうあなたはあと動くだけ、あなたが動くだけ、きっかけ作っていくだけっていうところが出てくる。でメッセージをね最後にもらっていきましょう。これ割とねあなたが思っているよりもすごくねいい風に流れていくというか、思ったよりも早く流れていく。あとは例えばね、このリーディングを見るまでにあなたがすごく葛藤している期間が長かったかもしれない。だけどそれはもう終わりよっていう風に言われているので、これを見たタイミングから早いと思います。たとえこれを見る前、今までの過去がどんなことがあったとしても、あなたが進まないって思っていたかもしれないけど、もう本当にこれを見たタイミングからすぐ流れが来てます。もうあとはそれに従っていくだけ。コミュニケーション取っていこうっていう風に出てるから、そのお相手をねお誘いしていいと思うんですよね。2人で手を取り合ってるでしょ。で音楽に身をね乗ってね、2人でこう踊ったりとか、あと飲み会したりとか、ここにラブレターあったりとかもするから、いろんなやり方でね、お相手多分ね、どんなやり方を使ってもっていうか、どんなアタックをしてもすごくいい反応を示してくれて、ロマンチックな時間過ごしていけるって。6番でしょう。いいですね。素晴らしい。なのでこれね6のつく日っていうのもいいかもしれない。2の倍数でしょ。で音楽、あとお酒とかね、飲み会、お食事とか、ラブレター、メールとかね、手紙とか、そういうのもいいかもしれない。海とかね、夕日とか、ここに詰められている、このカードにね込められているものすべて、もしくはどれか一つでも用いてあなたが動いていけば、2人は自然と寄り添っていくよって、お相手の好印象、好感覚って、お相手の反応がとてもいいってことをあなたは知るときがもう間もなくやってくるよっていうふうに言われてるので、ぜひここはね動いてやってみてください。そうすることで実はねお互いね実は気になっていたんだってことが分かったりとかっていうのもあるね。今すごく状態がいいから今逃さない方がいいと思います。はい、ここね割とねサクッと終わっていくかもしれないんですが、本当にそういうふうに思えるほどサクッと物事が進んでいくかもしれないので、ぜひねここはね動いてみてください。はい、以上こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は浅い関係の恋、お相手と仲良くなるためにはどうすればいいのかというのをテーマに見ていっています。2番をお選びいただいた方は、かなりねお互い意識されてるんじゃないかなっていうのがもう全面的に出てきていますので、ぜひこれをものにしていってください。はい、こうやってねちゃんとカップルのカード、夫婦のカードも出てきてますのでね、とてもね素晴らしいですよ、ね、愛のカードも出てきてますので、これを参考に頑張ってください。応援しています。はい、でこれからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の恋、お相手と仲良くなるためにはどうすればいいのかというのをテーマに見ていきます。はい、ではカードをシャッフルしていきます。今回もタロットカードすべて制約採用で見ていきます。
そしてタロットカードの他にルノルマンカードとトランプも使っていきますが、こちらは正位置で見ていきますね。タロットは正逆です。そして今回は関係の浅い恋で見ていますので、まだねプライベートの情報を知らないとか、お相手に認識されている自信がないとかね、そういう方向けの恋愛リーディングとなります。例えばお互いね認識しているんだけど、なかなか恋愛進んでいかないんだよねとか、そういう方でもご覧いただけますが、今ね認識されてるかどうかわからないっていう方向けをメインにやっていきますので、ちょっと言葉をね置き換えてご覧いただけたらなと思います。はい、今回こちらのカード、初めて、皆様の前にお出しするタロットカードなので、丁寧に切ってやっていきますね。その浅い関係の恋愛といっても、例えばバーチャル恋愛だったりとか、あとはその同じ職場とか学校が一緒でも顔をね知らないというか、顔自分は知ってるけど向こうがね知らないんじゃないかってあなたが思っている関係だったりとかっていう場合もありますし、そのお店のね店員さんとお客さんとかそういう関係かもしれないし、あとはもっとね遠い関係として全くフィールドが違う、接点がないような、インスタでたまたま見かけたような憧れのあの人っていう形で見てらっしゃる方もいるかもしれませんし、浅い関係って一言で言ってもいろんな関係があると思うんですよね。例えば複雑恋愛で、例えばですけど、自分に家庭があったとしても好きになってしまった人がいるとか、そういう風に見てる方もいる。で、なかなか動けないとかね、そういう方もいるかもしれませんし、いろんな関係性の方がいますので、それぞれの状況に置き換えてご覧ください。はい、ということで、まずお相手の今の状況とかコンディション見ていきます。で、今お相手どんな状況ですかっていうのを見ていきますね。細かくね切って見ていきます。はい、見ていきましょう。運命の輪が入ってる。そしてなんか時が来たっていう感じ。ペンタクルのエースも入ってる。で、全部正位置で入ってて、で、ただここがペンタクルの3逆なんですね。はい、ここだけちょっと気になるかなっていうところはありますけど、ただそのお相手の中でね今、機が熟したというか、今ね自分の中で決めていくタイミングがやってきたんだとか、決める、そうだな、自分のものにしていくとか、本当に運が自分の味方してくれてるっていう風に感じてらっしゃるところがあるんだけど、ただねこれ、ここもねペンタクル来てる。お仕事カードなんですよね。これお勉強カードって言われていて、自分の技術を向上させることだったりとか、あとは3人でねお話ししながら何か計画しているような感じの絵柄なので、本当になんか周りの人と協力し合いながら一つの物事を達成させるためにどうすればいいんだろうっていうような過程にいるような状況でも、これが逆で入ってきてるので、なかなか自分が周りとねうまくやっていけなかったような状況があるとか、あとはねもう極端に言っちゃえばお友達と喧嘩してるとか、そういう状況にあった。なんか対人関係がバラバラだったんだけど、でもねこれが今うまくいくための方法が見つかるとか、タイミングがやってきてるとかっていうところがあるかな。で、これどっちかっていうと自分の学びとかお仕事っていうところがあるので、どっちかっていうと仕事関係でうまくいかなかったことが今これタイミングがやってきてる。自分が成長できる段階が来てるとか、一つねステップアップする時がやってきてるっていう風に感じてらっしゃるんじゃないかなと思います。恋愛っていうよりは対人関係とかお仕事、お金とかね、そういうところが出てきています。なんか収入アップにつながるような大きなお仕事もらえるとか、
お仕事をもらえるとか、そうビッグチャンスとかそういうのも出てきているんですよね。なんだろうな、なんかすごくね、今幸運が自分の目の前にやってきたとか、あとはいろんな苦難、周りの人と協力しながら、それでも達成できなかったことが、今自分たちの目の前にチャンスがやってきたとかね、その喧嘩してるとかじゃなくて、みんなで一緒に取り組んできたことが、今成果を出そうとしているとか、成果をつかみ取ってるとか、そういう状況。とにかく総合的に今ね、何かをつかみ取って、やったっていう感じが見えてきています。では、こちらのタロットカードを使っていきますね。これはもうすでにシャッフルしてあります。ここから今、あなたのことを認識しているのかどうかっていうのをもらっていきます。これも念入りにシャッフルしていきますね。なんかね、お相手すごくいいことあったんじゃないかなっていうのが、もう出ていますね。なんだろうな、喧嘩っていうよりはみんなで取り組んだことに対して結果が出てきたとかね、お仕事なので、そう仕事で同じねプロジェクトでやってきたことがうまくいったとか、あとは友達とお仕事ね、会社を立てたらそれが軌道に乗り始めたとか、そういうのもあるかもしれません。で、あなたのことを認識してるのかというと、カップの7で、こっちが節制とカップの7。間違いなく認識はしてるんですよね。間違いなく認識はしてるんですが、ただ、そうだな、そうですね。これが、あなたがね、大勢の中の一人だけど、あなたっていう確実な個人としてあなたを見ているよっていうのが一番可能性が高いかなと思います。認識はされてますよ。なので、全くね、認識されてないとか気がついていないとかそういうわけじゃない。ちゃんと存在を認識してますので、今このあなたのことの印象をもらっていきましょう。なんかね、認識してらっしゃる可能性が高そうなので、あなたに対してどう思ってるとか、一番最初の印象もらっていきましょうか。じゃあ、一番最初、第一印象と、あと今の印象ももらっていこうかな。割と仲良くやれてるような気もするんですけど、どうかな。まず第一印象です。第一印象、カップの3。はい。お友達で、これが今のね、印象ですけど、ペンタクルのナイトの逆で入ってるので、そう、何かね、やっぱりなんだろうな、なんか2つに分かれていく感じがするんですよね。で、最初、例えば、仕事付き合いの飲み会で出会ったとか、結婚式とかね、何か人が集まるような場所で出会った、婚活とか、何かマッチングアプリとか、なんかそういうね、出会いの場所があって、そういうところで、なんかね、大勢いる中で出会ったとかですね。何かね、そういう感じもするんですよね。たくさん人がいる中で出会った。だけどあなたのことをちゃんと認識しているっていうところがある。で、お仕事カードにも通じるかもしれない。可能性としてね。同じ3番で入ってきてるので、同じ職場だとしたら、あなたと一緒に仕事したことあるお相手が。それであなたのことを認識しているとか、っていうこともあるかもしれない。もう仕事関係なく何か出会いのある場所で出会ったのかなっていう第一印象としては、すごくあなたのことを楽しい人だなとか、一緒にいて明るいな、楽しいなとか、あなたっていうのがすごく無邪気でとか、そういうところを感じてるんじゃないかな。そしてお友達に囲まれているとか、友好的、社交的っていうのを感じてるっていうところはある。とてもね、第一印象、好印象ですね。カップ結構出てきている。でもカップの7が入ってるので、いろいろとあなたのことについて考えてるところがあるんだよって言われてるんですよね。ただ今の状況も悪くないんだよねっていう感じでも思ってらっしゃる。で、今のあなたに対する印象、
ペンタクルのナイト逆。まだなんだろうな、今そのあなたが自分のことに対して好意があるってことを知らないというか、まさか自分にね、自分のことを好いてくれているなんてっていうことを思ってないんじゃないかな。そのお友達としてすごく友好的な関係を築いてると思うんですね。そのプライベートでね、友達じゃないんですって方でも、その今の関係性でとてもいいバランス取れてますよとか、あなたのことね、例えばお客さんだとしたらとてもね、いいお客さんだなとか、例えばね、自分のことを良くしてくれるいい店員さんだなとか、そういう風に今の関係性上あなたに対して好印象を持ってるんですよね。その今の関係で十分、仲良くやってるとか、なのでこの関係性以上のことをあなたが求めてるなんてまさかつゆにも思わずみたいなところがあるんじゃないかなっていうのがある。今ね、このあなたの行為に気がついていない、存在は認識してるんだけど、あなたが自分のこと好きなんだってことを気になってるんですとか、そういうことまでは気づいてないんじゃないかな。あといろいろ考えてるあなたに対して、それもう少しもらっていきたい。ここですね。多分ね、今の関係性すごくね、満足してるよって、その今友達以上か友達じゃないのかにもよるんですが、今ね、連絡先知っていて、もうある程度顔見知りでって、そういう浅い関係で、それプラスアルファのことを求めている方であれば、お相手は今あなたとの関係性に今満足してるっていう感じが出てきていて、で、いや全然友達でもないし連絡先も知らないっていう方であったとしても、どこかしら接点があると思うんですよね。で、その接点の中であなたっていう存在を認識していて、で、その今の関係性でいいというか、まさかそれ以上求めてくれてるなんてっていうところかな。で、そのカップの7に対しての補足としては、ワンドの6逆だから、本当にそのまさかね、自分のこと思ってくれてるなんてっていうところがあるんじゃないかな。なんかね、自信がないみたいな感じで出てくるんですよね。そのなんで自信がないのかって言ったら、そのあなたがね、本当にだから自分が例えばあなたの中でね、たった一人の存在として自分が目に映ってるなんて思っていないんじゃないかなっていうところがあるんじゃないかな。だから本当にあなたがそのお相手と仲良くなりたいっていう風にもし口にしたらね、今関係の浅い状態で言ってるので、今の関係性よりも一歩踏み出した関係性になりたいってことを口にしたらびっくりするんじゃないかな。あ、そんなこと思ってくれていたんだって、まさかそういうことを思ってくれてるなんて思っていなかったとか、そういうなんていうのかな、っていうところを感じてらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。ではその今のあなたの印象、そうですよね。やっぱりこう自分のことをね、追いかけてくれてると思っていなかったみたいなことを言われてるので、じゃあお相手がね、あなたとどうなりたいのかっていうのをもらっていきましょう。これね、1番の方も2番の方ももらっていないんですけど、3番の方もらっていきましょう。今ね、こういう状況が見えてきたので、でもお相手がね、今掴み取ってるものとかタイミングやってきたよって言ってるのは、多分ここから先見ないとわからないんですけど、多分今この時点ではそのお仕事とかなんか自分がね追い求めているものに対して結果が出てきてるんじゃないかなってところがある。で、今はこれから見ていくのは、あなたとお相手がどうなりたいのか、お相手があなたとどうなりたいと思ってるのかってところを見ていきます。これもしかしたらね、このまさか自分がねそういう風に思われてるなんてってことを言ってるので、もしかしたら今の状況の方がいいって、今の関係性で十分満足っていう可能性もあるんですよ。なのでそれか、もしくはそう思ってくれてるんだったら仲良くなっていきたいと思ってるのか、それをもらっていきます。ここはっきり出るかなと思います。カップの点が出てきてるから、仲良くなる気十分あるお相手、あなたと
仲良くなっていきたいって思ってるって言ってるので、そうか、じゃああれなんだ、自分に自信がなかったのかな。仲良くなりたいと思っていたんですって。これ家族のカード、すごくね、協調性にあふれる、平和にあふれる、虹の下、虹がかかっているところでね、平和に仲良く過ごしているカードだから、家族になりたいとまではいかなくても、そのあなたとの間にこう生まれてくる絆を作っていきたいとか、ね、新しい関係性、もうなんていうんだろう、今以上の関係性ですよね。深い関係になっていきたいっていうことを望まれていますね。すごくね、いいですね。そしたら、ね、今の関係よりも次の関係に行きたいって言われてるので、そうしたら、この先、あなたがどういうアクションを起こせばいいのかっていう具体的なものをね、学んでいきましょう。ただこのカードの並びを見ていると、連絡先知らなかったとしても名前と顔一致してるとか、ある程度認識してもらえてると思うんですよね。あとは連絡先知ってるっていう可能性もすごくあると思います。それか聞こうと思ったらすぐ聞ける間柄とかで、あなたが起こすべきアクションとしてもらっていく30番より、はい、そして20番、いいですね。なんかね、明確に出てきてくれているネズミのカードが入っています。はい、ということで、これね、積極的にあなたの方からお相手に、デートのお誘いしていいと思います。はい。そうですね。もう純粋にね、仲良くなりたいんだよって、嘘つかない方がいいよっていう風に言われてるから、ちょっと恥ずかしかったりとか、ね、なんかごまかしたい気持ちとかあるじゃないですか。まだ関係性が浅いからね、そんなはっきりとね、遊びに行こうとか言えるような間柄でもないし、いきなりね、遊びに行こうとか言ったら惹かれるんじゃないかって、実際不安になったりしますよね。なんでいきなりそんなこと言われるんだろうって思われたらどうしようとか、そういう不安あると思うんですけど、それに打ち勝っていく、なんだろうな、どれぐらいの距離感が今あるのかにもよるんですが、例えばある程度連絡先知ってるとか、連絡先交換できるような間柄だとしたら、もう教えてって、連絡先教えてって言ったら教えてくれるだろうし、お相手友好的にあなたのこと見てくれてますから、気持ちあるよって言われてるので、気持ちあるよっていうのは好きとかじゃなくて、友好的にお友達になりたいとか、今よりももっと仲良くなっていきたいっていう風に前向きに思ってくれているので、なので、あなたが連絡先教えてほしいなって言ったらいいよっていう風に言ってくれると思うんですよね。そこに何かと理由をつけるとか、まどろっこしいことをしない方がいいよって、できるだけシンプルに考えて、もう純粋にね、友達になりたいから連絡先教えてとか、今度お食事どうですかとか、もうストレートに言ってもいいんじゃないかなって。そこに変にね、色をつけちゃったりとかして、で、何か遠回しに言うとか、何かややこしい理由をつけて、なんとかね、回りくどく聞こうとかっていうことをしなくてもいいよっていう感じで出てきているかな。そのままその思いが純粋に伝わっていく時でもあるので、で、お相手もね、これタイミングやってきてるって言ってるのが、お仕事の可能性が高いと思うんですけど、全体的に今お相手運気のがとてもいい、自分に運が味方してくれてる時でもあるので、そこにあなたが入り込んでいってもうまく回ってくれてると思うので、これね、お庭のカード、人がたくさん集まる場所とかっていうのも共通して入ってくるんですね。で、あとはこれ庭、自然があるので、例えばね、自然、お花見行こうよとか、あとは、例えば森林、バーベキュー、早いかな、バーベキュー行こうとか、登山行こうとか、あと山とかね、森林とか関係なく、普通にね、デートしようとか、デート、お食事とかっていうのが無理だったとしても、
その連絡先教えてとか、そういうことも一歩踏み出すことですよね。その関係性にもよるんですよ。どれぐらい浅いかにもよるんですけど、全然話したことありませんっていう方は、そのあなたが話しかけることが、ここのデートにつながることかもしれないですよね。その今すぐデートじゃないけど、まずは話しかけようっていう一歩踏み出すとか、で、ある程度話をしたことある人だったら、連絡先教えてっていうのがここにつながるのかもしれないし、連絡先知ってるっていう方は、じゃあその先、今度お食事行きませんかっていうところにつながっていくのがこのカードなんじゃないかなと思います。あまりいろんなこと考えすぎちゃうと、運の巡りが悪くなってしまうので、あれやこれやと心配せずに、あなたの思った通りに進んでいけばいいんじゃないかっていう風にアクションがね、具体的に出てきています。とてもね、わかりやすいですね。あまり難しく考えなくていいよっていう風に出てきています。では、この具体的なね、数字をもらっていきましょう。ただこれね、10っていう数が結構出てきてるんですよね。10とか、あと20、30っていうのが出てきてるので、この10刻み5とか、5の倍数かなっていうのもいいんじゃないかなと思いました。10かな ?10、20、30とかね。3っていうのが全体的なラッキーナンバーとして出ています。やっぱりね、早いうちに行動した方がいいっていう風に出ていますね。期待していいよって、前向きに考えてくださいね。あまり後ろ向きになったりとか、もじもじ、しちゃうよね。しちゃいますよね。浅い関係だもんね。お友達とかだったらまだ言いやすいんだけど、まだそこまでね、お誘いできる勇気がありませんっていう関係性の方の方が多いと思う。だけど、今自分とお相手の関係性どれぐらいかのね、さっきも言ったけど、距離感によってお誘いの方法変わってくるんですが、今の自分たちの関係性で自分のやれること一歩踏み出していこうっていうのが言われてる。なるべく早い方がいいですね。これね、長く期間を取らない方がいい。これね、運命の輪が出てきてるので、このね、運命の輪っていうのはいつまでも運気がね、自分を味方してくれるわけじゃないんですよ。多分ね、皆さん伝わっていただけるんじゃないかと思うんですが、ラッキーなことってずーっと一生続かないじゃないですか。タイミングよくやってきたとか言ったりとか、運よくね、やれたんだとか、みんなよくそういうこと言うじゃないですか。ね、とても運良かったんだよって、いいことあったんだよとか言うじゃないですか。でもそれってその時だけっていう感じしません？それが例えば何日も続く時もあるけど、じゃあそれが1年間を通して毎日365日全ての運気が自分のところに流れ込んできてるかって言ったら多分違うと思うんですよね。この時にしか味わえないこのタイミングっていうのが今お相手のところに来てるので、ここに入り込んでいくことが今このタイミングですよっていう風に出てるんですよ。だからそのタイミング逃しちゃうと、それがまたずれ込んでいっちゃう。次いつタイミングやってくるかわからないから、今これに乗っていこうねっていう風に出てる。で、3番で来てるので、この3っていうのも結構ね、いいんじゃないかな。そして期待すること、あとね、いろいろ自分のやり方ですよね。やっぱりその距離感によってアプローチの仕方変わってくるので、あなたの中で今できそうなこと、やれそうなことっていうのを一つやってみてください。そうすることで前進していくので大丈夫です。あまり不安に思わないでくださいね。で、3のつく日とか3日後とか、もう関係性がある程度あるのであれば、もう3時間後とか3のつく時間帯とかにお相手に連絡するとかでもいいと思う。で、その連絡先を教えてくださいとかっていう人だったら、その3日後にお相手にもし会えたらいようとか、何日後に会えたらいようとかまで意識しなくてももういいと思う。お相手に会えた時に、お話できた時に、自分で聞くんだっていう風に思っていた方がいいよっていう風に出てるんじゃないかな。3っていうことにこだわらなくても、運が味方してくれるから、たまたまね、お相手とお話できて約束したのが3日後だったとか、3週間後にちょうどね、自分のところに運が回ってくるとか、
後々になって気がついたら、そういえばこう13時だったとかね、そういうことに気がつくとか、そういう風になるんじゃないかなと思います。はい、何かね、こうお相手もあなたに対して今友好的に思ってくれていますので、ただね、そのあなたのその好意というか、仲良くなりたいんだっていう気持ちに気がついていない、まさか自分が選ばれるなんてって、もちろんね、お相手もあなたと仲良くなりたいと思っていたんだけど、まさかあなたの方も自分のこといいなって思ってくれてるなんてっていうところがあるので、実は私いいなって思ってるのっていう風に言われると嬉しいんじゃないかなっていうのがあります。はい、では、そうですね、なんかね、こう近々こうお食事もしくは連絡先知れるとか、あなたにとってお相手と仲良くなるきっかけが生まれてくるよっていう風に言われてますので、これも参考にしていただきながら最後にメッセージをもらっていきましょう。はい、ということで、そうだ、その前に、ではそのお相手ですよね。お相手があなたがね、お誘いするとか、その何か勇気を振り絞って一歩前の関係を求め始めた時に、お相手じゃあ、多分ね、まさか自分がっていう感じだとは思うんですが、あなたに対してどんな反応を示してくれるのか見ていきましょう。あなたがもしね、お相手に仲良くなりたいですって言った時に、はい、ソードの9逆で入ってますね。なんかね、なんだ、さっきも言ったけど自分に自信がないみたいな感じのことを言ってるんですよ。そう。で、今までこうあなたと関係性を深めていく、その大勢の中でだったら、このグループ交際とかね、なんか団体の中の取り組みとか交際していくこと、つながっていくことだったら問題なくできていたんだけど、1対1の仲になっていくのは不安とか、自分はふさわしくないのかなとか、どっちかっていうと自分がダメなんじゃないか、ふさわしくないんじゃないかっていう風に自信がないとかね、まさか自分がって本当にそうですよ。なんだろう、あなたのことを高嶺の花みたいに考えてるところがお相手の中にあるっていうのが出てるんですよね。で、そのあなたから言われるとすごくね、今まで自分がそういうふうに思ってたこと違うんだって気づかされるんだって。ではどうなっていけばいいのか。ワンドの6、またね出てる、同じカード逆位置でね、なかなかね、こうやっぱりこうあなたのことが高嶺の花みたいに思っちゃうのかな。なんかあなたがすごく目立っていて、自分はなんかその周りにいるその他大勢みたいに感じてるのかな。だからこう声をかけられると、まずね、びっくりはしますよね。だってまさか自分がみたいな。例えばね、こう好きなアイドルがいて、そのね、取り囲んでいるファンがいるじゃないですか。このファンみたいなもんなんですよ、お相手が。あなたがアイドルで、このお相手がファンみたいに思っていて、まさか自分の推しからね、そのデートに誘われるなんてみたいなことをね、思って、多分ね、まさか自分がみたいな感じで思ってる。でもあなたがそうやって動くことで、じゃあ2人の未来ってどう変わっていくのかなっていう、2人の今後の流れを見ていきましょう。ね、こう推しと仲良くなれたらいいのにと思っていたその推しからまさか連絡来るなんてみたいな、お相手からしたらまさにそんな感じですよ。だからすっごいラッキーみたいな、運が回ってきたみたいな。この先2人の未来はつなれた男逆位置で出てきているので、今までね、こう身動き取れなかったとか、身動きが取れなかった、なんか思うようにいかなかった、思うように動けなかったことが動けるようになるのかもしれない。一番最初にも言った通りのことが起きるのかもしれないし、で、あとはこれあなたとの関係性なので、関係性が全く変わるって言われてるんですよね。今までの関係性から180度変わっていくんじゃないかな。そしていい方向に変わっていくんじゃないかな。もっとね、柔軟に考えていこうっていうのが、多分ね、これお相手の方が多分ガチガチに感じてしまってるので、あなたに対する自分の自信のなさっていうのが出てきていて、あとね、
いろいろあなたのことを頭の中で考えてるんだけど、自分が動けないとかね、その仲良くなっていきたい気持ちがあるんだけど、今の現状のままでキープしておいた方がいいのかなっていう気持ちもあったりとかっていうところが全く変わっていくよっていうふうに言われている。あなたが行動を起こすことによって。あとはお相手から聞けていなかったことを本心が聞けるとか、連絡先教えてもらえるとか、今まで明らかになってこなかったことが明らかになるとか、そしてなんだってよくよく考えたら2人の距離ってこんなに近かったのねっていう風にお互いが気づけるとか、今まで遠い存在とか遠い関係っていう風に思っていた、お互いがね思っていたかもしれないとか、あとは今の現状がベストなんじゃないかって思っていたことが崩される。こうやってね、思い込みっていうのかな、思い込みかな、これが限度なんだって思っていたことが打ち壊されて、あ、違うんだって、さらにその先があるんだねってことに気がつくってことが言われてるので、あなたが動き出すこと、お誘い、どういう形のお誘いかはその関係性の距離感によって変わってくるんですが、あなたが動き出すことでお相手に気づきを与えてくれるというか、お互いにとってね、気づきが出てくるよっていうふうに言われています。はい。で、カップの10もお相手のお気持ちとしてこれからこういう風にやっていきたいっていう風にね出ているので、多分ね、あなたが動いていくことでお相手多分ね、今までの関係性よりさらに先をね目指していいんだっていう風に思えるんじゃないかなって思いますね。はい。では最後にメッセージをもらっていきましょう。もし今関係性浅くて、でもなんとか仲をね深めていきたいとか、なんかきっかけが欲しいっていう方はきっかけがつかめると思います。あなたが動くのであれば、お相手のところに運命の輪が入ってきてるし、ペンタクルのエースも入ってるので、確実にね手に取っていけるよって、お相手の状況、コンディションがねそういう状況であるので、今そこに飛びつくチャンスですよ。ここはね、勇気を持って話しかけてみてください。そしてなんかね、お相手がねすごく自分の中で決めつけちゃってるところがあるんですよね。あなたもそうなのかもしれないけど、浅い関係だからこの先やっていけないよねとか、そういうことをお互い考えているとか、例えばね、同じ職場だからこれ以上は先にね進めないよねとか、プライベートは違うのかなとか、何かどこかに理由をつけて頭の中だけで妄想していて、仲良くなりたいって気持ちだけが心の中にあるけど動けなかった、お互い動けなかったのは、それは自分自身が頭の中で決めつけていたから動けなかっただけで、その固定概念を外してしまえば、あとはね純粋にただ動いていけば大丈夫よっていうふうに言われていますよ。そしてインナーピースが入ってるでしょ。自分の心の中の声をねよく聞いてみてって。で、この人ジャーナルかな、ちょっと途中で手が入っちゃって読めないけど、日記をつけてるんですよね。で、もしね、あなたがどうやって動けばいいのかとか、うまく整理できないのであれば、こうやって日記とかにね、自分がどうしたいのかとか、じゃあどういう風にすればいいのかな、どうやって行動すればいいのかなっていうのを、文字にね書き起こしてみて、心の中の整理をつけてみるのもいいかもしれないし、あとあんまりねガチガチに身構える必要ないから、もうちょっとね柔らかく考えていってもいいし、もっと期待持っても大丈夫よっていう風に言われてるので、大丈夫、大丈夫なんだって。で、もしお相手にね冷たくされたらどうしようとか、もしねそうなったらそうなったで、その時また考えようっていう風に気持ち楽観的に考えてもいいと思う。もう少し楽観的に考えてもいいんじゃないかなって思いますね。もう間もなくお相手の心の中に入っていけるっていう風に出てるのでね、お相手のこの心のカーテンですよ。これをくぐり抜けて今あなたが行くところなんですよね。
なので、ここをね、今目指していきましょう。で、そのためにね、まず自分自身、まずリラックス。もっとリラックス、リラックスって言われてるから、心の中を穏やかにしていこうっていうのがあるので、今自分の中で心の中がね、ざわついてるとか、緊張感が出てきてるとか、いざ話しかけよう、いざね、お誘いしようと思うと、なかなかうまくね、言葉にできないとかだったら、言葉にしなくても、連絡先教えてくださいって手紙に書いて渡すとか、口で表現できないときはね。とか、あとは連絡先知ってるんだったら、デート行きませんかってメールとか LINE 送ってみるとか、文字に頼るってこともいいと思います。はい。ただ、何かしらのアクションを起こすことで全く違う風になっていくので、今このタイミングを逃さないようにねっていう風に言われてます。ぜひ参考にしてください。はい。こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は浅い関係の恋。お相手と仲良くなるためにはどうすればいいのかというのを見ていきました。それぞれの関係性で変わってくるんだよっていう風にカードが教えてくれてますが、ね、なんかとてもね、いい流れが出てきていますので、ぜひ活かしてみてください。はい、これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。